こそミキさんの剪定教室へ。今回はサルスベリ、別名百日紅の剪定の説明です。これらがサルスベリの木です。こちらはうちの近くのクリニックにあるサルスベリで、高さがそうですね、3、4メーターあります。こちらはご近所のサルスベリで、高さが 1.5 から2メーターぐらいでしょうか。こちらの写真では高さはわからないと思いますが、1メーター半から2メーターぐらいだと思います。これらがサルスベリの木です。今回の内容ですが、まずサルスベリの樹形には昆布仕立てと自然風の2種類があること。また大概このようにね大きくなってしまいますので、それをここまで小さくしたい。そのように小さくするにはどうしたらよいか。そのためのサルスベリの剪定に関わる性質、それらをですね、イラストレーション、図解を交えてですね、わかりやすく説明します。そして実際に剪定している動画、次にサルスベリの品種とか知識のあれこれについて、これも図解、イラストレーションを交えて説明します。自然風と昆布仕立ての説明をします。左側が自然風で、この木は皇居東御苑の手入れの行き届いた木です。枝の太さに注目してください。枝は左右に分かれ、また分かれてだんだんと細くなっていきます。先端は小枝が多くなっています。この自然風の木は冬の葉の落ちた時期にですね、枝ぶりを楽しむことができます。右側が昆布仕立てです。毎年同じ位置で1年間に伸びた分の枝を切ります。ですからそこが拳のようになってですね、膨らんで塊ができます。剪定が簡単で花も豪華に咲きます。なお左側は剪定後の写真で、右側は剪定前の写真ですのでご注意ください。昆布仕立てから自然風に改作。この木は改作を始めて5年目の木で、左側が剪定前、右側が剪定後です。どのように切ったかをこの曲がった枝で説明します。この枝は向きも悪く、輪郭のバランスを考慮して枝の途中で切りました。右の写真でここで切ったわけですが、分かりますでしょうか。このようにして全体を切りました。次に動画で説明しましょう。今日は2024年11月25日です。この2本のサルスベリを剪定します。このサルスベリは
はじめ昆布仕立てだったんですが、昆布仕立てをですね自然形にすべくですね手をかけ始めて、数年経ちます。1年、2年、3年、4年、5年とこちらの枝でいうと1年、ここですね、2年、3年、4年、5年と経った状況です。今日はこのサルスベリのですね手入れをするんですが、さらに自然形になるようにですね切っていきます。この木のこの枝はですね、こちらが木の中心で、そこから外に向かってこう伸びてきてですね、二股に分かれて伸びてきて、また二股に分かれて伸びてきてるんですが、例えばこういうふうにですね外に向かっていない枝は太いのも細いのも切り落とします。これもそうですね、これも外に向かってないから切り落とします。きれいに切り残しがないように切ります。これですね、これは上に向かっているので、これもここの際でですねきれいに切り落とします。では、まずその切り落としを行います。ではこの立ち枝をまずね切ります。このようにですね切り残しがないように切れるといいですね。次にこの立ち枝を切りますが、これも根元に合わせてですね切ります。次この横に向いてるやつですね、切りました。次にこのやはり横に向いてるやつですね、切りました。この枝はここで二股になっていて、またここで二股になっていて、一応ここで二股になっているんですね。でそこから先はね割と一本でスーッと長く伸びて、枝先がこの辺りにあるんですが、枝先をもっと内側に持っていきたいので、これをですねこの辺で切ってまた枝分かれをさせたいと思います。こちらもそうですね、こちらはこの辺りで切ってですね、ここから枝分かれをさせたいと思います。今はここで枝分かれしてるんですが、そうでなくてここの枝分かれをした後、この辺で枝分かれが来るように切ります。この辺で切りますね。それからこちらはこの辺ですね。ここで枝分かれしてますから、この辺で適当に切ります。サルスベリはこんな風にですね枝の途中で適当に切ってもまた生えてきます。サルスベリ、別名百日紅の性質特徴 ①。サルスベリは初夏に新梢を伸ばしながら枝先に花芽を作ります。こちらの写真はですね
まだ伸び始めたばかりの枝で花芽がついていませんが、じきにこちらの上の写真のようにつぼみがついて花が咲きます。これがですね、一つの花です。サルスベリの花は一日花といって一日で散ってしまいます。ただしつぼみはたくさんあるので、夏から秋にかけて次々と開花します。ですから私たちは長い間100日も咲いているように思えます。それが別名百日紅と言われるゆえんです。ところでミキさんの動画も剪定を中心に100本以上になりました。樹種も100種類近くあります。このような、例えば松、例えば椿、夏椿などです。検索はミキさん、ミキ3とですね、あなたが見たい樹種名で検索します。特に見たい樹種名がないときは、ミキさん剪定、ミキ3000で検索できます。サルスベリの性質・特徴の2。サルスベリは日当たりを好みます。ですから日陰では花つきが悪くなります。土の乾燥には割と強いですが、排水性は大事で、ジメジメした土では弱ります。土の質は特に選ばずに適応できます。寒さには強いです。ただ、マイナス10度以下では耐えられずに枯れることがあります。成長は旺盛で、ヒコバエが多く発生します。ヒコバエですね。ヒコバエ。これがヒコバエです。ここでは5、6本ありますね。で、このヒコバエは地際で切ります。地際で切ってください。またはこれを育てて株立ちにすることもあります。これを切るときにですね、この電動バサミがあると大変便利です。忌み枝、忌み枝を切る。日本語で忌み枝とは、樹形の美しさを損なう枝のことで、ここの図に8種類、8つ示しています。初心者はここで例示するこの8つの忌み枝をまず切ってください。それをしただけで木の形は美しくなります。また、それにより日の光が内部に差し込む。通風が良くなる。枝ぶりが見えるようになります。これらの詳しいことは検索でミキ3107、ミキ3108の動画をご覧ください。立ち枝は早めに切り取る。上に伸びる立ち枝は早めに切り取ることをたびたび説明していますが、立ち枝はよく伸び、よく太ります。こちらの立ち枝は、この木の肌の色から判断して1年目の枝、今年の枝です。気がついたら付け根で切り取ります。他にも
切った方が良さそうな枝がたくさんあります。右の図ですが、この立ち枝はですね、かなり太いです。ここまで太くなるには数年かかると思います。この場合も付け根で切り取ります。栽培カレンダーです。関東地方の場合、サルスベリは7月から10月にかけて花を咲かせます。剪定は冬剪定といって秋から冬、そして冬から春にかけて剪定を行ってください。この他に夏剪定といいまして、まだ1回目の花が咲いている途中で花が咲き終わらないうちにその咲いてる枝を途中から切ります。そうするとまた枝が伸びて花が咲きます。花を2度楽しめます。長い間楽しめます。これを夏剪定と言います。ご自宅の花の場合、夏剪定をぜひやってみてください。植木職人の場合は一年中可能です。夏の場合、サルスベリは木肌が日焼けに強いので、行うことがあります。10植え抜きに肥料は不要ですが、施肥する場合は油かす、牛糞など有機質の肥料を秋から冬にかけてあげてください。花を2回楽しむ切り方。花が盛りを過ぎた頃に枝を切ると、ここで切ると、切り口付近から新しい枝が発生して、再び花が咲きます。このように2回目の花が咲きます。年に2回花を楽しむことができるわけです。ところで、切り方には強く切ると弱く切るという切り方がありまして、枝を強く切ると発生する枝は長い枝になり、弱く切ると発生する枝は短い枝になります。葉のつき方、養生。養生とは葉の配列状態のことです。まずこれらの3つを説明します。五星。五星とは一つの節に1枚の葉がつきます。一つの節に1枚。一つの節に1枚というふうにつくつき方を五星と言います。大星。大星は一つの節に2枚。一つの節に2枚つくものを大星と言います。輪星とは一つの節に3枚以上つくことです。この図では4枚ついていますが、3枚以上つくものをですね、輪星と言います。一般に木により異なります。例えば、カエデの木は大星、モチの木は五星、ミツバツツジは輪星というふうにですね、樹種によって異なるのが一般的です。さて、サルスベリなんですが、サルスベリはコクサギ型養生と言いまして、この枝を見ていただくと、左、左、右、右、左、左、右、右というようなつき方をします。しかし、同じですね、一本のサルスベリでも、コクサギ型養生の枝もあるし、大星でついている枝もあります。混じるんですね。
この写真がそうなんですが、ここでは大西、五西、五西、ここでは大西というようにですね、混じることがあります。一本の木に大西が混じることがあります。Q&A、質問と答えです。まず、花が咲かない、花数が少ないといった場合には、サルスベリの隣の大木や建物の日陰で日当たりが悪いということが考えられます。また、その年が冷夏だった場合にも花数が少なくなります。水不足、特に鉢植えでは気をつけてください。病害虫で真食い虫の発生があります。サルスベリの漢字はサルスベリです。猿が滑ると書くのが本来のサルスベリです。でももう一般にですね、サルスベリというとこの百日紅の漢字が当てられています。病気のサルスベリコブ病、多くは見かけませんが、サルスベリには剪定によるコブでなく、このような病気によるコブができることがあります。私の経験では、成長肥大はゆっくりで、放置しても木の成長には影響は少ないです。また、美観上気になるときは切除します。しかし、このコブは緻密で硬いので、なかなか切るのに苦労します。サルスベリコブ病の原因は、アグロバクテリウムという細菌です。ところで、サルスベリでない木にもコブ病は発生します。バラ、ヤマモモ、桜、レンギョウなどにもコブ病が発生します。最近ですが、サルスベリの細菌とは別の細菌だと思います。黒松のコブは糸状菌、カビの仲間が病原です。一般にコブは早めに切り取るか、木を切り倒すよう書かれています。なお、切り取った傷口には油合剤を塗ってください。切り取ったコブは焼却してください。そこいらに放置しておかないでください。長時間ご清聴ありがとうございます。お疲れ様でした。これでサルスベリコブ病はおしまいです。これでおしまいです。どうもありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次の機会にお会いしましょう。さようなら。See you next time.